結構良くないですか？こんにちは、ジェーンです。普段は iPad で 3DCG を作ったり、クリエイティブなアプリや情報を発信しています。今回紹介するのは Ibis Paint と言わずと知れた有名なお絵かきアプリの一つなんですが、この動画は Ibis Paint を一度も使ったことがない、そしてキャラクターデザインの経験も浅い、完全初心者の私が一冊の入門書を使うとどれくらい使いこなせるようになるのかという本気のレビュー動画になっています。すごくね、リアルな記録なので、正直私もどうなるかドキドキしているんですが、この動画は特に私と同じように Ibis Paint をまだ使ったことがない方、そしてキャラクターデザインが気になってるけどまだ挑戦したことがないという方のぜひ参考になればと思います。そして今回使う入門書というのがですね、絵が上手くなりたい人に向けて書き方だったりアプリの使い方をものすごく寄り添って分かりやすく丁寧に教えてくれるということで有名なお絵かき YouTuber のディープブリザード様が Ibis Paint の入門書を出版されたということで、じゃん、こちらの本をいただきました。ディープブリザードと学ぶ楽しい Ibis Paint 入門教室というタイトルの本なんですが、この帯の部分を見てもらうと分かる通り、イラストのコツだったり、お絵描きテクニックまで紹介している一冊になっています。私自身、Ibis Paint はもちろん名前は知っていたんですが、正直自分に使いこなせるのかわからないっていうのと、すでに他に使い慣れているアプリがあると、新しいお絵描きソフトを学ぶ時のハードルが結構高くなってしまって、結局今まで使う機会をずっと逃してたんですよね。ただ、初心者に寄り添う分かりやすい解説で有名なディープブリザード様の入門書ということで、ぜひこの機会にチャレンジしてみようかなと思って今回動画にしてみました。そしてですね、本書のお絵描きテクニックを学ぶと、実際じゃあどのくらい使いこなせるようになるのかっていうのが皆さんにも具体的に分かりやすいように、現時点での私のイラストスキルについても簡単にお話ししておくと、こんな感じで普段はウェディングボードだったり、ロゴ、アイコンのイラストを描くお仕事もしています。ただ見てわかるようにシンプルな絵柄がメインなので、普段使っているデジタルペイントも使えていない機能ばっかりなんですよね。でもこの入門書はですね、春、夏、秋、冬の絵柄に合わせて4つの塗り方を紹介しているそうなので、私自身塗り方を学べるのはもう本当にいい機会なので、ここがどのくらい使いこなせるようになるのか、個人的には一番気になっているので楽しみです。では、この本を使って早速 Ibis Paint を始めていきたいので、動画を撮るまで見ないようにしていた本の中身を見ていきます。もう早速可愛いイラストがいっぱい載ってますね。今軽くパラパラパラっと目を通しただけなんですが、思っていたよりもめちゃくちゃ見やすくてびっくりしました。こんな感じで一部お見せすると、全部の工程がこんな感じで画像もついててカラーで載ってるんですよ。しかも文字も画像も結構大きめのサイズで載っているので、本立てに置いて少し離れた状態に使ってもすごく読みやすいと思います。というのも、個人的には参考書を見ながら iPad でこういう風に作業するときって、手元に置くとスペースを取っちゃったり、手で押さえて作業するっていうのが少し面倒で、基本的に本立てに置いて使うので、これはかなり嬉しいポイントですね。しかもこの内容自体も Windows 版とか iOS 版とか、それぞれのインストール方法から書いてあります。私は結構こういう入門書とか参考書を普段使う方なんですが、これは本当にゼロからスタートする人を想定して書かれているので、このまま従って操作すれば問題ない構成になっているので、かなり安心感があります。では私も早速インストールしていきます。はい、何も問題なくインストールできました。そして今初めて操作画面を見たんですが、すごくシンプルな構成で、アイコンの下にこんな感じで日本語の説明も載っているので、iPad のペイントアプリの中ではかなり使いやすいアプリなんじゃないかなっていうのが最初の印象です。ただ、この辺とか正直どうやって使えばいいのか初見ではわからない部分もあったりしたので、早速入門書を使っていきます。そして冒頭でも軽く触れたんですが、この入門書には春をモチーフにしたブラシ塗り、
そしてこちらの夏をモチーフにした厚塗り、秋をモチーフにしたグリザイユ画法、そして最後に冬をモチーフにした GTC 塗りの全部で4つの塗り方が紹介されています。私は特に春のイラストがすごく可愛くて好きなので、今回はこのブラシ塗りの方法を参考にしてイラストを描いてみようと思います。ちなみに今回描くイラストは私がノマドスカルプトのチュートリアルで出しているこちらのエルフちゃんをモチーフにして描いてみようと思います。では早速描いていきます。それでは早速入門書を参考にしながら基本的な部分から下書きまでちょっと描いてみようかなと思います。はい、こんな感じで一旦下書きを書いてみました。本の流れがわかるように目次を少しお見せすると、こんな感じでペンの設定からラフの書き方まで書いてくれているので、初見のアプリでも今のところ一つもつまずかずに問題なく進めました。ではここから基本の書き方からブラシ塗りの解説を参考にどんどん書いて進めていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。下書きから合計で3時間ぐらいで出来上がりました。結構良くないですか？思っていた以上に満足いく仕上がりになったので、すごく達成感があります。でですね、この特殊ペンの中の投げ縄塗りがすごく便利で、囲って塗るだけなのに毛の質感が出たり、カラーも一気に塗れるので、すごい楽しく最後まで完走できました。で、こういうタッチのイラストも描くことがないので、すごく新鮮なんですが、塗り方次第でこんなに可愛く出来上がるっていうのを実感できたので、アイリスペイントハマりそうです。今回この入門書を使ってみた感想として、
やっぱり独学で何かを初めて学ぶときに参考にする入門書があるだけで体系的に学ぶことができるので、今回もたくさんの機能を使ったんですが、かなりスムーズに学べたんじゃないかなと思います。そして見たいところにすぐパラパラパラって戻って見れたり、Wi-Fi を気にせずに外でもどこでも絵を描くことに集中できるのは、チュートリアル動画とはまた違った入門書ならではのいいところだなと改めて思いました。これからアイビスペイントを始める方にはもうすごくおすすめの本です。ちなみに使ってみて、普段私が愛用しているノマドスカルプトという 3D アプリを組み合わせたら結構面白そうだなっていう機能もあったので、その辺も深く掘り下げて、もし良さそうであればまた動画でシェアしたいと思います。今回の動画がアイビスペイントの入門書を検討している方、お絵描き初心者の方の少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただいてありがとうございました。